こんにちは、ハメシチーです。こんにちはの前に、はいをつけると、先生になる法則あります。はい、こんにちは。はい、さようなら。ハメシチーは昔会社っていうとこにいた時に、お疲れ様って言葉が嫌いすぎて、なんかすれ違う人いたりとか、向こうからお疲れ様とか言われた時とか、反抗して、こんにちはっていう活動家だったことがあります。たまにね、こんにちはって言ってくれる人いたけど、基本的に、んってなるだけだったね。でもやっぱ、こんにちはっていう言葉の方が好きだもんね。そう。この間バスに乗ったんですが、久しぶりに。同じ会社のバスがすれ違う時に、ドライバーさん同士がなんか手をパッて上げたりして挨拶する瞬間があるでしょ。まあバス以外もあるか、電車とかわかんないけど乗り物系はさ、そういうのがあるじゃん。なんかたまたまこの間乗ってたら、すれ違っていったバスの運転手さんがめちゃめちゃ笑ってて笑顔がね、こぼれ落ちん笑顔だったのよ。あんまそういうことないじゃん。基本なんかさ、ドライバーとかさ、電車の運転手さんとかはさ、勤務中ってクールに振る舞うじゃん。そういう風に教えられてんのかさ、決まってんのかわかんないけどさ、なんか、そんな感情そこまでありませんよみたいに振る舞うじゃん。でもなんか、めっちゃ笑ってたんだよね。すれ違った運転手さんが。だから、その一瞬に何があったかさ、こっちの乗ってる側のドライバーさんはさ、見えないからさ、自分が座ってるところからは。めっちゃ変顔したのかなとかさ、ご飯食べに行く約束してるから楽しみになっちゃったのかなとかさ、いろいろ想像したらなんか楽しくていいなって思ったんだよね。だからみんな知ってる人にすれ違った時とか、まあね、嫌いな人だったらさ、無理しなくていいけどさ、めっちゃ笑ってもいいっていう風にもっとそれがスタンダードになってほしいって思った。仕事中でもさ、別に。いつだっけ ?4 月にね、美容室に行ったの。超久しぶりに美容室に行って、ね、美容室に行ったら報告するチャンネルでもあるから、このチャンネルはね。前回ちょっと報告しなかったんだけどさ、割とどんなリクエストをしても聞いてくれる美容師さんなんだけどさ、今日はどうしますかって言われて、今日は、例えば、開示の世界観の中とかで、主人公が割と序盤で出会う、こいつと仲間になってこの困難を乗り越えていこうって思う、手を組む相手がいるんだけど、その人はすごく知的で冷静で人の心もあって、で一緒に協力して最終段階くらいまでもう友情も育んで進んでいくんだけど、割と最後の最後でものすごい裏切りをしてきて、で自滅していくようなやつみたいな髪型にしてくださいって言ったのね。そしたら、わかりましたって言って、まあその端的にまとめると、実際に信頼に当たる人物かどうかはさておき、人から信頼されそうな、人を騙せそうな髪にしてくださいって言って、わかりましたって言って、その人をね、騙せる髪にしてもらったんだよね。で、美容室に行くとさ、いつもいろいろお話しするわけ。いっぱい質問とかするのね、ハメシチーが美容師さんに。で、お店ってさ、美容室のお店って BGM がずっと流れてて、結構いろんなね、聞き流せるさ、イージーリスニング的なものもあれば、ちょっと踊れそうなさ、ダンサブルなさ、曲とかも流れてたりするわけ。だから、これずっと音楽流れてますけど、これ仕事中にもし好きなね、とかね、楽しいやつとかね、流れて踊りたくなったらどうするんですかって質問したの。そしたら、踊りたくなったら困りますねって言ってた。でも、やっぱそういうのって好きな曲だから、ちょっと気分は良くなりますって教えてくれた。逆に、じゃあ踊りたくなったらどうしますかって聞かれて、結構散歩してる時とか音楽聴いてるから踊りたくなる時あって、
でも、やっぱ外だから踊れないなと思って、めっちゃ我慢するけど、でもめっちゃ踊りたいって思いますね。って答えた。家だとね、踊りますよって言って、あ、家だと踊るんですかみたいなね。そんな話もしつつね、人を騙せる髪型にしてもらったってわけ。3月の終わりに、ちょうど桜が始まったくらいの時に、友達とお散歩した日があって、閑静な住宅地を歩いてたんだけど、そしたら一台の自販機がね、目に留まって、で、その自販機が、なんかどっかのメーカーの自販機とかじゃなくて、なんかノーブランド系の、いろんなメーカーの飲み物が安く売ってますよみたいな自販機だったんだけど、そこに、ポンジュースのスパークリングっていうのと、白縫いはデコポンね。デコポンのスパークリングっていうのがなんかあって、これめっちゃやばいじゃんみたいな。めっちゃやばいぜみたいになって。で、友達は、ポンジュースのスパークリングがいいなって言ってて、じゃあハミチはデコポン好きだからデコポンがいいな絶対って言って100円入れて、デコポンのスパークリングのボタンをピッて押してガゴンって出てきてね。やったーデコポンのスパークリングだって思ってたら、なんかピピピピピってなって、んって思ったら、それがくじみたいなさ、当たり付きの自販機だったらしくて、で、ふーんって思ってたんだけど、基本的に当たり付きの自販機もさ、あと乳液もさ、意味あんの？これ意味あんの？どうせなんもないんでしょって疑って生きてるからさ、ふーんって思ってたらさ、7ってなってさ、表示が。えってなったの。でも状況を理解するまで5秒くらいかかって、当たったよーんってなって、うわーってなったの、その時。湧いたの。会場が。2人しかいないけど。で、ドッって湧いた時に、おごりーって言って、ポンジュースのスパークリングのボタンを押したら本当に出てきたの。びっくりしたの。当たり付き自販機って当たんだって思って、本当にびっくりした。びっくりしたし、あの時のもうなんか、脳からアドレナリンとドーパミンがブワーって出るあの感覚がもうね、ずーっと忘れらんない。1ヶ月経っても。だからそう、当たり付きの自販機って当たることありますよっていうお知らせでした。なのでね、当たり付き自販機見つけたら、ぜひ挑戦してみてください。当たることもね、あるから。そう、こないだって言ってももう2週間、3週間とか前なんだけど、任天堂のね、世界大会が配信されてて、マリオカートと、あとスプラトゥーンの大会があったんだよ。で、任天堂がさ、公式の世界大会やるのとかさ、珍しいからさ、珍しいと思ってさ、見てたの。多分アーカイブは今も任天堂のチャンネルにあると思うんだけど、で、マリオカートはさ、ソロ競技なわけ。一人参加。で、スプラトゥーンは4人チームでいろんな国のチームが参加してて、で、両方見たんだけど、ハミチはさ、オタクの人を見るのがさ、すごい好きなわけ。別にこれはね、バカにしてるとかじゃないの、本当に。うわー、変なの面白いとかっていう感じじゃなくて、なんて言えばいいのかな。なんかさ、無防備じゃん。別にオタクじゃなくてもね、無防備な人を見るのが好きだから、うわ、人間だなとかさ、こうなんか、警戒してないなとかさ、こう、何かに夢中になったり楽しんで我を忘れちゃってる人とかを見るのが好きなのよ。あと電車の中で寝てる人とか見るのも好きだしね。我忘れちゃってるじゃん。で、そのマリカの大会とかはさ、もう世界のオタクの人が見れるわけ。で、やっぱね、国というかやっぱエリアごとにちょっと特色が違ったりしてて、雰囲気もね。まあそれは国っていうだけじゃなくて、その個人の個性とかもあると思うけど、まあ各国のさ、いろんな特色のある、こうもういわば職人だよね。マリカの職人たちをさ、見れてさ、それがすごい楽しかったんだよね。もちろん、ちゃんとゲーム自体も見たよ。見たし、面白かったけど、やっぱ世界のさ、マリカをもう何千時間、何万時間とやってきた人たちを見ることができてね、すごく嬉しかったし。で、スプラトゥーンはね、スプラトゥーンでね、またちょっと違うんだよね。やっぱチーム戦だから、
雰囲気がちょっと違ってて、それもそれでまたね、すごい良かったんだよね。ミスチーはさ、スプラトゥーンはすごい下手くそだから、一人モードみたいなやつはやるけど、あんまりやんないんだよね。だから、なんか参考にするとか、スーパープレイを見てすげえとかっていうよりは、やっぱチームワークを見たのも楽しかったし、そうだね。それもなんかやっぱ世界のオタクのチームワークがすごく良かったんだよね。で、結局さ、ちょっとネタバレになるけどさ、アメリカのジャックポットっていうチームが、スプラトゥーンの大会は優勝したんだよね。で、その優勝のコメントの時に、女性のね、チームメンバーが、大会で女性のチームが優勝する、女性がいるチームが優勝するっていうことが、本当にすごいことだと思う、みたいなことを言ってて、いや、本当にそうだね、と思って。本当にそうだね、と思って。それこそここ数ヶ月間とか、女性とゲームっていうものについて結構考えたりもしてて、なんか、あんまり言うとさ、フェミニストがうるせえっていう人が湧いちゃうからさ、別にハミシはさ、フェミニストではあるけどさ、別に女だからとかじゃなくて、人間全体のさ、歪みが嫌いなわけ。この人はこういう部分で権利を得てるのに、この人はそれがないとかっていうのが嫌いなわけ。そうだ。それで話が戻るんだけど、スプラトゥーンをさ、プレイしてる人口っていっぱいいるじゃん。日本だと特に。海外だとあんまりやっぱ他の FPS とかをみんなやってんじゃない？でも、ね、アメリカのチームが優勝したみたいにさ、いろんな世界でもやってるわけじゃん。でさ、4人組でさ、チームになってさ、練習したりとか、いっぱいの人がしてるわけじゃん。通話しながらさ、指示出してさ、ナイスとかって押してさ。で、そういう人たちがさ、オフ会をしたりさ、いや、頑張ったねっつってさ、ご飯を食べに行ったりとかさ、それこそ大会が終わってさ、打ち上げしようかとかさ、そういう機会があったらさ、ぜひさ、イカ天国っていうね、お店が立川にありますんで。イカ天国に行ったりね、あとイカセンターっていうお店が新宿にあったりしますんで、他にもあんのかな？多分新宿以外にもあんのかな？イカ天国とかさ、イカセンターとかでさ、スプラを頑張ってる人たちが集まってご飯食べてたら楽しいのになーっていう想像をね、ミスチーはした。そこでいっぱいイカ食べてさ、また頑張ろうな。次は勝とうなって言ってさ、やってたらいいのになーっていうさ、でスプラプレイヤーの二次創作をね、ハミシは知ってたよ、頭の中で。春になるとさ、暖かくなってくると、冷たいお蕎麦とかが美味しい季節になるじゃん？ミッチはお蕎麦もすごく好きなんだけど、お蕎麦以外も好きだよ。寿司とか、タイ料理とか、お蕎麦も好きなわけ。でもね、ちょっと悩みがあってさ、恥ずかしいというか、恥ずかしくないんだけど、ミッチは、ちょっと白っぽいさらしな蕎麦っていう蕎麦が好きなんだよね。でもさ、多分お蕎麦が好きって言ってる人たちってさ、蕎麦粉が10割のすごい黒っぽい蕎麦の香りがする蕎麦こそが蕎麦だって思って、蕎麦好きを自称してる人が多いんじゃないかなってハミシは予想して、そういう人たちの前で、お蕎麦美味しいよね、お蕎麦大好き、さらしの蕎麦がすごい好きなんだよねとか言うのが恥ずかしくて、恥ずかしいっていうかダサいって思われるんじゃないかなとか、下に見られるんじゃないかなっていう恐れを抱いてるんだけど、でもそれと同時にさらしなそばを本当に命をかけて作ってる人たちがいるから、そういうダサいと思われるかもとか恥ずかしいかもとかっていうその引け目を持つことすら、そういう生産者たちに失礼なわけよ。だからなるべく世の中のそばに対するイメージがフラットに、10割のそばが偉いとかかっこいいとかじゃなく、さらしなそばも最高だよね。でもそば粉の割合、なんていうの、生成されてないそば粉の割合が多いそばもどっちもいいよねっていう風に早くなってほしいって思ってる。やっぱりそばとしての立ち位置がさらしなそばは軽視されてる気がするからさらしなそば好きとしてはどっちがかっこいいとかないから、
本当に10割のそばが好きな人に対しては申し訳ないけど、別にこれは喧嘩を売ってるわけじゃなくて、でもどっちがかっこいいとかないから、どっちも美味しいから、好みの問題だから、それぞれの。どっちもかっこいいから。どっちのお蕎麦もかっこいいから。っていうのだけは言いたかった。言えたからよかった。ずっと言いたかった。あとはね、そうね。ハミスチーは何かを続けるっていうことがとても苦手で、コツコツ頑張ったりとか、こう日々の習慣に取り入れたりとか、こう人生で何かを続けられたことって全然ないんだよね。やっぱ自分のためにいい習慣を取り入れて続けたいとかは思うんだけど、ハングルの読み書きもさ、5ヶ月やってさ、やめてさ、でなんか YouTube で見た体操もさ、それも5ヶ月くらいやってさ、やめてさ、何も続かないんだよ。本当に。恥ずかしながらね。秋っぽいからさ、ゲームとかも途中でやめちゃうしさ。で、今年の目標としてね、まあ体力とか体、フィジカル面でのなんかこう気遣いをしてみようみたいな、自分の体にいいことをしたり、運動を取り入れたりとかね、したいなって年の初めに考えて、で割と1月とか運動してたんだよ。なんと。まあ毎日じゃないけどね。でもさ、まあ続かないわけ。なんかだりーなって時とかさ、天気悪くてなんか体だりーなとかさ、どんどん気分がさ、落ち込んでいったりとかするわけ。でも何するのも億劫になったりすると運動とかもできないじゃん。1ヶ月運動サボったりとかさ、2週間運動サボったりとかさ、全然あるわけよ。そうなった時にね、自分のその習慣づけるっていうのを頑張って変えてくんじゃなくて、自分のこう続けるっていう継続っていう定義の考え方をちょっと見直そうって思って、なんかね、これまではね、決めたら、例えば1日おきに運動するとか決めたらそれをやらないといけないし、それができなかったらはいダメー、はいダメーって思ってたんだけど、別に例えば1ヶ月空いたとしても、サボっちゃったとしても、1ヶ月後にまた1回でも始めれば続けたってことにしてよくねって思うようにしようって思ったの。そしたらいろんなことが続くかもっていうか、続けてるってことにカウントしていいかもって思って。だってさ、例えば1年に1回しかやってないことだとしてもさ、それを毎年続けてたら、それを継続してるっていう風に言っても別にいいわけじゃん。毎年初詣に行きますとかさ、例えば。それはもう継続してるってことでいいわけじゃん。毎年みんなでクリスマスパーティーを楽しんでますとかさ。それでもいいじゃん、全然。だったら別に毎日運動しなくても、1ヶ月に1回でも、半年に1回でも運動したな。久々だったけど、続いてるなって言っちゃえば、続いてるってことになるかもって思って、そういう風に考えようって思った。その方が気が楽だし。やっぱ何かをやめちゃって再開するのってめっちゃ大変だから、それができるだけでもさ、すごいじゃん。だからね、YouTube もさ、別に誰かにやれって言われてやってるわけじゃないからさ、毎日投稿しなきゃいけないとかってことも全然ないんだけどさ、でもまあ、やめてないってことはまあ、続いてるってことで、いいよねみたいなさ、本当に継続っていう定義を緩くして、再開すれば続けてることになりますっていう風に思っちゃえば、何でも続くじゃんって思ったね。まあ、春に考えたことはこんな感じですね。じゃあまたゲームとかするので、よかったら遊びに来てください。終わりです。さよなら。